ハイエースに、でって書いてあるエンブレムつけてる車。全員やから。はいどうもこんにちは。ハイネコです。突然始まったこの動画シリーズ。前回の動画に、高評価、低評価、コメントありがとうございます。今回なんですが、前回、ゲニアンジャックに交換したミニクーパー、こちらを現行車っぽく見せるために改造していきます。まだまだ外は暑いので、労力がかからない簡単な改造となっております。では、はい、レッツゴー。それでは、具体的に現行車っぽい簡単な改造とはなんですが、ミニは2018年3月にコーポレートロゴを刷新していて、シンプルなロゴに変更になりました。宣伝されていて、今っぽいデザインで良さげです。3世代目の LCI から各種に新しいロゴが配置され、当然、エンブレムも変わっています。この車は、年式は2018年なのですが、LCI じゃないので、前のままなんですよね。そんなわけで、18年間使われてきたこの旧式なエンブレムから、新しいエンブレムに交換していきたいと思います。はい。いつもおなじみのアリエクスペースです。こちらを利用するということは、社売品のエンブレムに交換します。純正だと8000円程度しますが、社売品は高くても2000円程度。別に8000円なら高くないので、純正でも良かったのですが、エンブレムにわざわざと思ってしまったので、やっぱりこちらを購入しました。どうせ金型技術か純正コピーだと思うので、単純な形ですし、ほぼ差異ないでしょう。との判断です。色は純正の3つに、ロゴ背景が黒とか、マットブラック、赤背景など色々あります。私の車は F55 なので、フロントが 14.45 センチ ×6.5 センチ、リアが 11.5 センチ ×5.2 センチ、こちらのサイズを購入しました。ヘラルマンとかクロスオーバーの人は別のサイズになります。車有の車に合ったエンブレムを購入してください。前回のテールライトは到着に2ヶ月ほどもかかってしまいました。ゲニア新とはいえ Amazon に慣れてしまうと1週間でも日数がかかるとモヤモヤするので送料をつけました。せっかちなのでもう待てません。それで購入したのがこちら。歪んでいたりメッキが剥がれてもいないし、商品に問題はなさそうです。ではこちらのエンブレムをつけていきましょう。早速、中のおじさんに交代してもらって、エンブレム剥がしの作業を始めたいと思います。一応、裏はプラスチックになっているので、傷がつかないように、周りをマスキングテープで養生していきます。では、どうやってエンブレムを外すかというと、パルツのエンブレム剥がしっていう道具が売ってるので、こちらでエンブレムを外しました。エンブレムの裏は、突起物が2つついていて、それが裏のプラスチックに刺さってるような構造になってます。なので、引っかかるところまでギコギコやると裏のステッカーが消えます。もし糸も切っちゃったら予備の糸もあるので失敗しても大丈夫。ギコ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 。で、これが取れたところなんですが、両面テープの跡はすごいので、今度はこれをきれいにしていかなければなりません。エンブレム剥がしには付属のシールリムーバー、溶剤みたいなやつが付属しているので、それを塗って少しずつ剥がしていきます。それでこの溶剤何度も塗って試してるんですが、なかなか取れません。この手のステッカーはドライヤーなんかで糊や溶かしながら剥がすのが一番いいんですけど、さすがにドライヤーないので、これ炎天下逆に功を奏したのか、シールを引っ張りながら平行に剥がしていくと綺麗に剥がせました。それで残った糊の後に付属の溶剤で取ろうと思ったんですが、最初は綺麗に取れたんですけど、乾いた布でいくと引っかかりを感じて、やっぱり取れてなかったんですよね。
これ本当は洗車用のタオルなんですけど、もうこれ、タオルダメにしてもいいやと思って、ちょっと頑張ってたんですけど、ダメでした。それで、付属の溶剤じゃちょっと無理って思ったので、これ別のアプローチということで、油分取りのスプレーを、かけてみたんですよね。そしたらこれが大成功で、もう綺麗に落ちました。もう見てもらえばわかると思うんですけど、ぴったりかです。ついでに油分取りでシール貼れる状態にして、エンブレムを貼れば完成です。これ、黒い部分は保護シールが貼ってあるので、後で剥がしておきました。なんか説明には、貼った後48時間は水に濡らすなって書いてあります。これ撮影したのは1週間ぐらい前なんですけど、雨ずっと降ってなかったので、その辺は問題なさそうですね。で、フロントのエンブレムもギコギコやっていきます。マスキングテープは貼るの忘れました。ギコ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 。はい。何も見なかった。いいね。というわけで、エンブレムが取れたので、残ったシールを剥がしていきます。フロント部分は石が傾いてきて、気温も下がってきたのか、ボンネットがそこまで温まってなくて、シールなかなか剥がれませんでした。それでも少しずつ、さっきと同じような感じで引っ張りながら剥がしていくと、少しずつですが、綺麗に剥がせるようになりました。やってみた感じ、シートガンとかドライヤーあった方が全然便利だと思います。さっきと同じ通り、油分取りスプレーでシールを溶かしてあげると簡単に拭き取ることができます。ちなみにこの油分取りスプレー、Amazon でも購入することができます。本来の使い方は、塗装なんかの、塗装前に塗料が密着しやすくするためのスプレーなんじゃないかなと思います。こちらも穴に合わせてエンブレムを貼っつければ完成です。で、こちらが新しいエンブレムをつけた状態。シンプルなロゴでいい感じ。それで古いロゴから交換する場合は、糊の跡がついてると見栄えがとても悪くなるので、糊の跡はきれいに除去しましょう。今回購入した部品は、フロントのエンブレムが1764円、ギアのエンブレムが同じ1764円、送料が59円、純正だと1個8000円ぐらいするので、2個で16000円程度の出費になります。エンブレムを外す間に、ホルツのエンブレム取り外しキットを購入したので、こちらは771円。今回は購入していませんが、シール剥がしの溶剤として、ソフト99の油分取りチリカンこちらを利用しました。付属の溶剤じゃ全然落とせなかったので、別途脱脂剤持っていなければ購入などした方がいいと思います。トータルで4358円。純正のエンブレム1個未満の値段で施工はできました。本丸のね、ヘッドライト早く交換したいんですけど、まだまだ復処理が続くので、ちょっと作業は難しそうです。他にもやりたいことがあるので、ちょっとネタを小出しにしながら、涼しくなったらヘッドライトを交換したいと思ってます。今回使用した部品も概要欄にリンクを貼っておくので、必要だったら購入してみてください。また、動画に対する高評価、低評価、コメント、お気持ち表明など、どしどしお待ちしております。次回も私の遊びに付き合ってくれる方は、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたねー。